こんにちは、たびきゅうです。今回はロータリーエンジンを描く後半です。プログラミングを使ってロータリーエンジンをアニメーションさせてみます。ロータリーエンジンの形状と動き方については前回の動画で紹介しているので、前回の動画をまだ見ていない人はぜひ最初に前回の動画を見てください。使用するプログラミング言語はプログラミングの簡単さと実行環境を用意しやすいことから JavaScript を選びました。 Windows や Mac や Linux とはもちろん Chromebook でも書けますよ。 JavaScript を表示するための HTML とスタイルシートについても紹介します。今回は JSBin というウェブサイトのサービスを使いました。ブラウザー上でコードを書くことができるので Chromebook でも動かすことができますし、コードを書くと同時に結果を見ることができるので楽しいですよ。 JSBin ではないと動かない処理は入っていないので、普通に好きなエディターを使っていただいても問題ありません。 JSBin を使うには https の jsbin.com にアクセスしてください。英語ですが画面上で使わないといけないボタンはほとんどないので安心してください。さて、基本的に前回の内容を踏まえて中学数学を使って描いていくのですが、例外として高校1年生で習う三角関数とラジアン角度をちょっとだけ使います。三角関数というと難しそうな響きがありますが、ロータリーを描くのに必要な最低限の特性だけお手軽に利用するので安心してください。 JavaScript で円を描くにはラジアン角度が必要なのと、三角関数の力を借りることですごく簡単になるんですよね。それにこの2つを知っておくとプログラミングで絵を描く時の表現が思いっきり広がるのでお得ですよ。では最初に三角関数について簡単に紹介します。今回は三角関数のうち正弦と呼ばれるサインと余弦と呼ばれるコサインの2つだけを使います。この2つを使うと回転させた時の座標を簡単に求めることができます。起点からある長さある角度の座標はコサインの角度かける長さ足す支点の x 座標で x 座標が、サイン角度かける長さ足すの支点の y 座標で y 座標が求まります。つまりサインとコサインを使うことで好きな角度で回転させた時の座標を簡単に求めることができるというわけ。ロータリーエンジンのように回転する座標を計算するのにはもってこいですね。あと一つ面倒なところとして、学校では y 座標が上が正の数下が負の数として習いますが、プログラムにおいては上が0で下に行くほど数字が大きくなることが多いです。なのでちょうど上下が反転する感じになるのでご注意ください。三角関数に渡す角度はラジアン角度という角度を使います。ラジアン角度についての詳細も省きますが、ざっくり言うと180度をラジアン角度では π ラジアンで表します。360度はその倍なので 2π ラジアン、90度は半分なので2分の π ラジアンという感じです。それでは実際にプログラミングしていきましょう。まずは HTML から記載します。タイトルを書いてスタイルシートへリンクを貼ります。 JSBin を使っている場合はスタイルシートへのリンクは省略できますが、 JSBin 以外で実行する場合は必要なので記載しておきます。タイトルも変えておきますかね。ワンケルエンジンと書いておきましょう。ボディの中に div を id キャンバス div で追加して、その中にキャンバスを id キャンバスで追加します。 JavaScript へのリンクを貼ります。JSBin 以外で書いている場合は index.html みたいな名前で保存しておくといいでしょう。次にスタイルシートを書きます。上の CSS と書かれているところをクリックします。 HTML はもう消しておいても大丈夫です。ボディ HTML と先ほどのキャンバスリブをすべて縦横 100% に設定して画面いっぱいに表示されるようにしておきます。背景色は白にしておきます。好きな色でいいですが、今回の説明では黒い線なども出てくるので、とりあえず白にしておけば間違いないです。 JSBin 以外でスタイルシートは style.css という名前で保存しておきます。 HTML とスタイルシートは今回の内容とはあまり関係がないので説明を省略しますが、
JavaScript で画面全体を描画する仕組みが出来上がります。それでは本質の JavaScript の方を見ていきます。JavaScript の言語についての説明は省略しています。わからないところがあったらコメント欄に記載してください。JSBin 以外で書いている人は JavaScript は 1kilo.js というファイル名で保存するようにします。まずはラジアン角度をそのままだと直感的じゃなくてやっていられないので、使う角度を定数として指定しておきます。180度が π なので、それを良い比率にかけてあげれば OK です。ロータリーの各辺の角度である120度はラジアン角度で表せば3分の 2π ラジアンになります。JavaScript では mas.π で π を取得できるので、アングル120に mas.π を2かけて3で割って格納して、同様に頂点から見た円弧の角度の視点が150度で6分の 5π ラジアンなので、アングル150にマスパイを5かけて6で割って向きを反転する角度が180度で π ラジアンなので、アングル180はマスドット π そのまま、頂点から見た円弧の角度の終点が210度で6分の 7π ラジアンなので、アングル210にマスパイに7かけて6で割って、そして全周を表す360度が 2π ラジアンなので、アングル360に π×2 を格納します。定数0とにアニメーションをどの程度細かく描くかを設定します。数字を減らすほどより飛ばして描くので描画が速くなります。ここは好きな数字を入れてください。あんまり速いと何が動いているのか分かりにくくなるので、ある程度大きめの値を入れてゆっくり回すくらいがいいかと思います。今回は線を指定することにします。次にプログラミング内全体で使う変数を定義していきます。これらは初回と画面サイズが変更になった場合に設定するので、ここでは具体的な値を入れずに変数の宣言だけしておきます。スクリーン幅を格納する width、 スクリーン高さを格納する height、 スクリーン画面左右中央を格納する center x、 スクリーン画面高さ中央を格納する center y、 描画用にキャンバスのコンテキスト、ロータリーのサイズはロータリーサイズに、重心を中心に回転した時のズレはレングスデフレクションに、重心からローターの頂点までの距離はレングスコーナーグラビティに格納するようにします。それでは先ほど設定した変数に値を格納する処理を書いていきます。これは初回と画面サイズが変わった時のどっちからでも呼びたいので関数にしておきます。関数リセットスクリーンサイズを作って、この関数内に処理を書いていきます。画面サイズを取得するために HTML 上で定義した ID キャンパスのキャンパス要素とキャンバスの周りに定義した ID キャンバスリブのリブを取得します。それぞれを取得するにはドキュメント getElementById を使います。getElementById へ HTML で指定した ID と同じ ID を書き渡すことで HTML の要素を取得できます。キャンバスリブはスタイルシートによって画面いっぱいのサイズに設定されているので、キャンバスリブのオフセットビズとオフセットハイトを取得することで画面サイズがわかります。それぞれの値をキャンバスのウィズとハイトに設定するとキャンバスが全画面になります。画面サイズの値は後でまた使うので、変数 width と height にもそれぞれ設定します。描画を行うためにキャンバスのコンテキストを取得します。今後描画はこのコンテキストに対して行います。コンテキストの line width に値を設定すると線の太さを設定できます。細い方がかっこいいですが、ここでは YouTube で見やすくするために4を設定しています。皆さんがやるときは1の方がかっこよく見えるかなと思います。中央の座標は width と height をそれぞれ半分にすれば求まるので、センター X とセンター Y にそれぞれ格納します。
ロータリーのサイズは好きなサイズでいいのですが、今回は画面幅もしくは高さのうち狭い方の半分としてみました。レングスディフレクションは前回の動画では X としていた重心を中心に回転した時のずれ幅を格納します。求め方は前回紹介した通りですが、プログラムの都合上半径で求めた方が都合がいいので、2ルート3マイナス1をロータリーのサイズでかけた後に2で割ります。2割るのルート3マイナス1ロータリーサイズでかけて2で割ると。レングスコーナーグラビティは前回 Z としていた重心から頂点までの距離を格納します。こちらも半径として求めていた方が都合がいいので、2対ルート3ではなく1対ルート3で求めます。ロータリーサイズをルート3で割った値。この関数を初回と画面サイズ変更時に呼びます。画面サイズ変更時に処理を実行するために、DOM コンテントローデットが行われた後にリサイズが呼ばれるごとにリセットスクリーンサイズが実行されるようにします。なので Window at Event Listener に DOM コンテントローデットを設定して、Window at Event Listener また同じように書いて、でリサイズされたらリセットスクリーンサイズが呼ばれると。次にアニメーションを描画する関数を作ります。内部の処理は後で作るとして、まずはアニメーションを描画する仕組みを作ります。初回実行時に Windows Request Animation Frame を呼んで画面の更新をリクエストして、その時にドローアニメーションが呼ばれるようにします。Windows Request Animation Frame で引数にドローアニメーション、関数ドローアニメーションを作ります。ドローアニメーションには引数としてタイムスタンプが渡されます。このタイムスタンプは実行時間に応じて数字がどんどんと増えていくので、このタイムスタンプをもとに時間に応じたコマを描くことになります。アニメーション時に前のコマが消えるように最初に画面全体をクリアします。でクリアレクトで 0.0 で、これが左上ですね。で、ウィズとハイト、画面のウィズとハイトが入っているんで、右端と下まで全部消えるという感じです。アニメーションしないハウジング部分を描画するためにドローハウジングを呼び、そしてアニメーションするロータリー部分を描画するためにドローロータリーを呼びます。この時もタイムスタンプを引数として渡します。最後にもう一度リクエストアニメーションフレームを呼び、コマの描画が終わったらまた次のコマのための画面更新をリクエストします。ドローアニメーション内で読んだドローハウジングとドローロータリーも実装していきます。ファンクションドローハウジングとファンクションドローロータリーで、ロータリーを描画するドローロータリー、こっちはアニメーションするのでタイムスタンプを受け取ります。ファンクションでドローロータリーの引数がタイムスタンプと。ロータリーを描きます。さて、画面に何も表示されていなくて味気なかったのですが、いよいよ画面に描画していきます。まずはドローロータリーを実装してロータリーを描いていくのですが、その前にまずは今までのところでキャンバスがちゃんと準備できているか確認するためにコンテキストフィルレクトを実行します。画面全体に苔を描くので、引数は0、0、with、ハイトですね。これで実行して画面が真っ黒にならなければ何かが間違えているので、これまでを見直してください。確認が終わったらこの処理は消しておきます。ロータリーをアニメーションさせるために角度をゆっくり変える仕組みを作ります。そのためにドローアニメーションから渡されたタイムスタンプを使います。タイムスタンプはプログラムを実行してからの角度が1ずつ増えて渡されていきます。そのためタイムスタンプは実行とともに数値が延々と増えていきます。今回のように繰り返しの処理を描くためにはタイムスタンプを一定の範囲で繰り返すようにすると便利です。今回はロータリーが1回転小 L までを書こうと思うので、タイムスタンプをもとに0から 2π、つまり360度まで繰り返す値を作り出します。
けれどもタイムスタンプが1ずつ増えると8コマ目で 2π を超えてしまうので、タイムスタンプをレートで割ります。レートには1000を格納していたので1000分の1ごと増えるようになります。そして定義済みのアングル360、実際の値は 2π の余りを求めてコーナー1アングルに格納します。コーナー1アングルイコールタイムスタンプをレートで割ってでアングルの360の余りを求める。これでコーナー1アングルは0から 0.001 ごと増えて 2π まで来たらまた0から数え直す動きになります。これをロータリーの頂点の角度として使います。残りの頂点の角度も求めてみましょう。これは単純に最初の頂点に120度ずつ足せば求まりますね。コーナー2アングルはコーナー1アングルにアングル120を足してで3点目も2点目に同じように120度足せばいいですね。コーナー3アングルはコーナー2アングルに120度足すと重心部分の回転を計算します。前回の動画を見ての通りロータリーになる頂点が右を向いているとき重心部分は左を向いているので180度足して向きを反対にしてロータリーが120度回転する間に重心は360度回転するので3をかけます。変数シャフトアングルへコーナー1アングルに180足して3をかけた値を格納します。コーナー1アングルを選んでいる理由ですが特に理由はありません。コーナー2アングルでもコーナー3アングルでもどの値でもいいです。それぞれは120度ごとずれていてそれを3倍にしているので360度と720度になってどれも角度が一致します。角度が求まったのでロータリーの重心点を計算します。重心点は最初に説明した三角関数を使えばすぐに求めることができます。X 座標を求めるにはコサインの角度を使います。シャフトアングルはすでにラジアン角度になっているのでそのまま渡せます。コサインで求まるのは半径が1の場合の座標なのでレストスクリーンサイドの時に計算した重心のずれ幅であるレングスデフレクションをかけます。でかけるレングスデフレクション、そして画面中央にロータリーが来るようにセンター X を足します。同様にコサインをサインにしてセンター Y を足してあげれば重心の Y 座標も求まります。それではロータリーの重心点の移動を画面上に描いてみましょう。重心点は赤い点を描くことにします。コンテキストビギンパスで描画を開始してコンテキストキルスタイルに塗りのスタイルを設定します。ここでは RGB25500 と設定することで赤に設定します。コンテキストアークは中心点の X 座標、Y 座標、半径、開始の角度、終了の角度を指定します。重心の X 座標と Y 座標は変数ベース X とベース Y にすでに設定済みなのでそのまま使えます。半径は好きな大きさでいいのですが今回は2を設定しておきます。開始と終了の角度はラジアン角度で設定します。円を描く場合は0から360度を指定します。コンテキストフィルを呼ぶと円が描画されます。この時点で処理を実行してみましょう。赤い点が画面中央でぐるぐる回っていると思います。次に重心の軌跡がロータリーと接する円を描いてみます。先ほどは赤で塗りつぶしましたが今度は黒い線の円を描いてみます。まずコンテキストビギンパスで描画を開始してストロークスタイルを設定すれば線の色を指定できます。黒を描くなら RGB は全部0でいいのでですね。重心を中心として重心の動きの2倍の径で円を描いてあげます。塗りを行わずに線を描く場合はコンテキストストロークを読みます。この時点で処理を実行すると点と丸がぐるぐると回っているだけですね。これだけだとあまり面白くないのですが後半この円の意味が分かってきます。サイドシルを描いていきます。サイドシルを描くと一気にロータリーっぽくなるはずです。前回はローターの直径を半径とする円を3つ描くことでロータリーの形を求めましたが今回は三角関数を使ってもっと楽にロータリーを描いてみようと思います。重心点をもとに
重心からローターの頂点までの距離はレングスコーナーグラビティに格納されていて、角度はアングルに格納されているので、これをもとに三角関数を使えば座標が求まります。サイドシルは3辺あるので、関数を作って1つにまとめて3回呼び出すようにします。関数ドローサイドを作って、引数として重心の X 座標、重心の Y 座標、頂点の角度、色を受け取るようにします。ドローロータリー内で重心と3つの頂点の角度、色を指定してドローサイドを呼びます。残りの2点も指定します。で、角度を変えて色も変えておきましょう。これは緑と、あと、ちょっと水色っぽいのもあったらいいかな。好きな色でいいです。ドローサイドの中身を実装していきます。まずは頂点に点を打ってみましょう。頂点の座標を三角関数を使って求めます。ベース X とベース Y に重心の座標、アングルに頂点の角度が渡されて、レングスコーナーグラビティに頂点から重心までの距離が入っているので、頂点の X 座標はベース X にコサインのアングル×レングスコーナーグラビティを足したものになります。同様にベース X をベース Y にコサインをサインにすれば Y 座標も求まりますね。これで頂点の座標が求まったので、頂点の座標に点を打ってみます。点の描画の方法は重心の時と同じですね。ビギンパスして、で、スタイル、塗りのスタイルは引数で渡されたカラーを指定して、で、円はコーナー X と Y を軸に半径4で0度から360度まで。で、コンテキストフィルで塗ります。頂点が描画されると、ロータリーの二重回転が表現されるようになりました。最後に辺を描いてロータリーを完成させます。開始角度と終了角度を考えます。一旦コーナー1アングルを固定して回転を止めてみます。重心を中心に0度、120度、240度のうちにそれぞれ頂点があるのが分かりますね。頂点を元にしたここの角度は180度から正三角形の内角60度の半分の30を引いた値になるので150度。もう片方はそれに内角60度分を足した角度なので210度です。ロータリーの直径はロータリーサイズに入っているので、これを元に頂点の角度であるアングルに150度足したところから210度足したところまで円弧を描きます。ストロークスタイルに引数で渡されたカラーを設定して、ロータリーの辺は頂点を中心とする円弧だったので、中心点はコーナー X とコーナー Y そのままです。円弧の半径はロータリーサイドに格納済みですね。頂点を中心に150度足した角度から210度足した角度まで円弧を引いて、でストロークで描画と。これでロータリーが描けました。複数の回転が混じった複雑な動きは表現できてますね。ドローサイドの呼び出しをコメントアウトして1回だけ呼ぶようにするとこんな感じになります。では周りのハウジングを描いていきます。ハウジングはドローハウジングで描画します。まずは重心の軌跡を描きます。重心の軌跡は画面中央を中心として半径レングスデフレクションで円を描けば描けます。ビギンパスして色は灰色にしましょうか。128、128、128と。コンテキストアークで画面中央にレングスデフレクションで0から360度まで。で、コンテキストストロークを読んで描画します。中央に円が描かれて、その上を重心がたどっているのが分かります。ロータリーに描いた円がそれに接するようにくるくると回っているのも面白いですね。最後にハウジング部分を描きます。ハウジングは結局は頂点の軌跡になるので、基本的には頂点の求め方と同じになりますが、
アニメーションごとに描くのではなく、各コマで描く必要があるので、4分で繰り返して描画します。ロータリーアングルを0で初期化して、でロータリーアングルが360度以下の間、ロータリーアングルを 0.001 ずつ増やすと。0.001 の値を小さくすれば小さくするほど精度は細かく描かれます。重心点の角度はロータリーの角度を逆にして3倍だったので、180度足して3倍。これをもとに重心点の X 座標はコサインのシャフトアングルをレングスレフレクションでかけてあげて、そこからロータリーの回転部分の距離を足すので、コサインのロータリーアングルをレングスコーナーグラビティでかけてあげて、画面中央に持っていきたいのでセンター X を足すと。同様に Y 座標もサインでシャフトアングルにレングスデフレクションをかけてあげて、その値で重心が求まったので、同じくサインでロータリーアングルにレングスコーナーグラビティをかけたものにセンター Y を足すと。それぞれの頂点同士を直線で結ぶにはコンテキストライン2を使います。最後の点と視点をつなぐためにコンテキストクローズパスを呼び、コンテキストストロークでハウジングを描画します。なんか変な線が出ちゃいましたね。ここでビギンパスをしていなかったので途中の線が出ちゃってました。すみません、ここビギンパスを入れてください。無事ロータリーとハウジングが描けました。うまく描けなかった場合は完成したサンプルを GitHub に載せているので概要欄から見比べてみてください。うまく描けた人はせっかくなのでこういうのも試してみると面白いと思います。回転速度を上げてみてください。ヒントはレートで描画する細かさを変えることができます。重心から頂点までの線を足してみてください。ヒントはラインを描くにはライン2を複数回呼び出します。これをするとロータリーがどういう風に回っているかが見えやすくなるかなと思います。ロータリーの中を塗りつぶしてみます。ヒントは塗りつぶしを行うときはフィルを使います。重心や中心の円を消さないように描くには描画の順番を変えてあげる必要があるかもしれません。いまいちわからないときはコメント欄から質問してみてくださいね。プログラミングで図形を描くのって結構複雑な図形描けたり、こんな風にアニメーションが描けたりして、ぜひ試してみてもらったら面白いんじゃないかなと思います。あと描いたものに対していろいろと数字を変えてみたり、新しい線を描いてみたりして、いろいろと試行錯誤で変えてみるのもすごく面白いと思います。この動画が面白かった、ためになったと思った方は高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画では今までみたいな動画に戻るかなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。旅Qでした。